Get ready for Design your dream. Launch Episode. Navigator Hikaru Kana.皆さんこんにちは。建築の未来を探求する VTuber のはかるかなです。突然ですけど AI って聞いて皆さん何を思い浮かべますか？チェスで人間に勝ったり、自動運転車を走らせたり、最近じゃ人間みたいに絵を描いたり小説まで書けちゃうんですよね。本当にびっくりです。でもですね、私たちの建築の世界にももう押し寄せてきてるんです。というわけで今日の企画はこちら。 AI 建築デザインチャレンジ。未来の住宅を AI に設計させてみた。今回は話題の画像生成 AI ナノバナナと文書生成 AI チャット GPT、 この最強コンビに人間がまだ見たことのない未来の住宅をデザインしてもらいます。果たして AI は私たちの想像を超えるようなとんでもないデザインを生み出してくれるのか、それともまだまだ人間の建築家にはかなわないのか。この動画を最後まで見れば AI と建築デザインの可能性、そしてこれからの設計者に求められる新しい役割が見えてくるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。さて、チャレンジを始める前にちょっとだけ AI と建築デザインの今についてお話しさせてくださいね。よく AI に仕事を奪われるなんて言われますけど、私はそう思ってないんです。AI は建築家の仕事を奪うどころか最高の相棒になってくれるって信じてます。どういうことかっていうと、 AI って膨大な量のデータを学習して、そこから新しいアイディアの種を見つけるのがめちゃくちゃ得意なんですよね。例えば世界中の素敵な建物のデザインを何百万枚も学習させておけば、私たちがこんな感じの家がいいなってリクエストしただけで一瞬で何百通りものデザイン案を出してくれる、そんなことができちゃうんです。すごくないですか？人間だけじゃ絶対思いつかないような斬新なデザインに出会えるチャンスが格段に増えるってことなんですよ。しかも日当たりや風通しのシミュレーション、地震への耐久性みたいな複雑な計算も AI が全部やってくれるようになれば、私たち設計者はどうやったら人が幸せに暮らせるかっていう、もっとクリエイティブで本質的な部分に集中できるようになります。AI は私たちの想像力をどこまでも広げてくれる、まさにドラえもんの秘密道具みたいなものなんです。さあ、お待たせしました。それじゃあいよいよ AI に未来の住宅をデザインしてもらいましょう。今回 AI に考えてもらうお題はこちらです。環境に優しくて災害にも強い未来の住宅。地球環境への配慮も災害への備えもこれからの家づくりには絶対欠かせないテーマですよね。この難しいお題に AI はどんな答えを出してくれるんでしょうか。今回のチャレンジはこの4つのステップで進めていきます。ステップ1、チャット GPT に言葉でコンセプトを作ってもらう。ステップ2、ナノバナナに絵を描いてもらう。ステップ3、出来上がったデザインをプロの目で考察。ステップ4、AI にもっと良くしてと改善をお願いしてみる。では早速やってみましょう。まずは超優秀なアシスタントチャット GPT の出番です。今回のテーマに合った住宅のコンセプトやデザインのヒントになるキーワードを出してもらいましょう。こんにちは。あなたは優秀な建築家です。環境に配慮した災害に強い未来の住宅のコンセプトを5つ提案してください。デザインのヒントになるキーワードもたくさん教えてください。こんな感じで入力してみます。ポチッとな。お、来た来た。すごいスペード。どれどれ？自己完結型エネルギー住宅。自然と共生するバイオフィリック建築。変化に対応するモジューラーハウス。なるほど、面白いコンセプトがいっぱいありますね。キーワードも見てみましょう。パッシブデザイン、レジリエンス、モジュール化、スマートホーム、自然素材。どれも大事なキーワードばかり。ちょっとここでいくつか専門用語が出てきたので簡単に解説しますね。パッシブデザインっていうのはエアコンみたいな機械に頼らずに太陽の光や風といった自然のエネルギーを上手に使って快適に過ごすための設計のことです。
例えば夏は日差しを遮る大きな日差しをつけたり、家の中に風の通り道を作ったりすることですね。レジリエンスは回復力とかしなやかな強さって意味です。地震が来てもただ頑丈なだけじゃなくて、揺れをうまく受け流して、もし少し壊れてもすぐに直せるような、そんな強さのことなんです。モジュール化はレゴブロックをイメージすると分かりやすいかな。規格化された箱型のパーツを工場で作って、現場でプラモデルみたいに組み立てる建築方法です。品質が安定するし、家族が増えたらヘラを追加するなんてことも簡単にできちゃうんですよ。チャット GPT さすがですね。素晴らしいヒントをいっぱいくれました。よし、このキーワードを使っていよいよナノバナナに絵を描いてもらいましょう。さあ、ここからが本番です。チャット GPT がくれたキーワードを今度は魔法の F でナノバナナに呪文として唱えて、具体的な家の形にしてもらいます。どんな絵が出てくるかドキドキしますね。まずはこんな感じで入れてみましょうか。未来のサステナブルな家、パッシブデザイン、自然素材、耐震性、モジュール構造、自然に囲まれている、写真みたいにリアルに。よし、生成スタート。うわー、すごい出てきましたよ。皆さん見てください。これどれも未来的でめちゃくちゃかっこいいデザインですね。木のこもりを感じるデザインもあれば、ガラス張りでスタイリッシュなものもある。 AI が一瞬でこれだけ多様なアイデアを出してくれるなんて、ちょっと感動しちゃいます。この中で特に私が気になったのはこれかな。屋根の形がユニークで、壁が緑で覆われてますね。自然との一体感がすごく感じられてめっちゃ素敵です。よし、このデザインをベースにもっといろんなパターンを見てみましょう。バリエーションを生成と。おー、すごいすごい。似てるけどちょっとずつ違うデザインが出てきました。こっちはバルコニーが広くて気持ちよさそう。あっちは窓の形が面白い。こうやって AI と対話しながらどんどん理想のイメージに近づけていけるんですね。さて、 AI がたくさん素晴らしいデザイン案を出してくれました。ここからは私のカルカナが建築の専門家としてこのデザインを考察評価していきたいと思います。まずこのデザインの素晴らしい点から見ていきましょう。この大きな屋根、めちゃくちゃ特徴的ですよね。これはただのデザインじゃなくて、おそらくパッシブデザインを意識してるんだと思います。夏の強い日差しを遮って室温の上昇を防いでくれる効果が期待できますね。それに屋根の傾斜を使えば雨水を効率的に集めて生活用水として再利用することもできそう。これは災害時にも役立ちますね。壁が緑で覆われてる壁面緑もも断熱効果を高めてくれるので省エネにつながります。見た目も美しいですし、まさに環境と共生する家って感じですね。一方でここはもうちょっとこうしたら良くなるかもっていう点も見えてきます。例えばこの大きな窓、すごく開放的で素敵なんですけど、このままだと地震の時に割れちゃわないかちょっと心配になります。耐震性を考えると窓の周りにもっと補強が必要かもしれません。あとこのデザインすごくかっこいいんですけど、実際に建てるとなるとかなり複雑な工事が必要になりそうですね。コストも結構高くなっちゃうかも。 AI はまだそのあたりの現実的なコスト感覚までは完全には理解してないみたいです。なるほどなるほど。 AI は最高のアイデアをくれるけど、それを実現可能な形に落とし込んで安全性を確保するのはやっぱり私たち人間の建築家の仕事ってことですね。今の考察を踏まえてもう一回 AI にもっと良くしてってお願いしてみましょう。 AI との対話を繰り返すことでデザインはもっと洗練されていくはずです。さっきのプロンプトに今度はこんな言葉を追加してみます。窓の周りを木で補強してもっとシンプルで建設しやすいデザインにしてくださいと。これでどうだ？おー、見てください。ちゃんと窓枠が太くなって頑丈そうな印象になりました。全体のデザインもちょっとシンプルで現実的な形に近づいた気がします。すごいですね AI。 ちゃんと私たちの言葉を理解してデザインを改善してくれる。まさに対話できるデザインツールです。これなら何時間でもデザインの検討ができたいそうですね。今回のチャレンジを見て AI がこんなにすごいなら建築家の仕事ってなくなっちゃうんじゃないのって不安に思った方もいるかもしれません。でも私は全く逆だと思ってます。今日のチャレンジでも分かったように AI は素晴らしいアイデアをたくさん出してくれます。でもそのデザインが
本当にその土地の気候に合ってるのか、そこに住む家族にとって本当に幸せな空間なのか、そしてそのデザインは社会にとって未来にとって本当に良いものなのか、そういった最終的な価値判断をしたり、クライアントの思いに寄り添ったりするのは血の通った人間にしかできないかけがえのない役割なんです。これからの建築家は AI が生み出した無数の選択肢の中から最高の答えを選び出して磨き上げていく編集者やディレクターみたいな役割がより一層重要になってくるんだと思います。AI は私たちから仕事を奪う存在じゃなくて、私たちの創造性を何倍にも増幅してくれる最高のパートナーなんです。さて今回は AI 建築デザインチャレンジと題して、 AI の驚くべき創造性と建築デザインの新しい可能性を探ってきました。いかがでしたか？今日のポイントをまとめるとこちら。 AI は大量のデータから斬新なデザインのアイデアを生み出すのが得意。チャット GPT で言葉のコンセプトを作ってナノバナナで絵にする。この連携が超強力。 AI が出したアイデアを評価して最終的な価値判断をするのがこれからの建築家の新しい役割。 AI という新しい技術を恐れるんじゃなくて、積極的に使いこなすことで私たちの建築の世界はもっと自由にもっと豊かになっていくはずです。この動画を見てワクワクした方はぜひ皆さんも AI を使ったデザインに挑戦してみてくださいね。このシラクインクチャンネルではこれからも建築の生産性を爆上げする BIM や DX、 そして今日みたいな最新テクノロジーに関する情報をどこよりも分かりやすく発信していきます。今回の動画が役に立った、面白かったと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が次の動画を作る大きな力になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。建築の未来を探求する VTuber はかるからでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。